100万頭だらにの印刷以降、200年以上の空白を経た平安時代中期、日本の文献に出版印刷を示す記録が現れてきます。当時の貴族の日記中に釣り業などと見えるのがそれで、藤原道長の御堂関白記やその他の公家日記には、法華経や阿弥陀経などを吸って仏事に奉納したり、親族の安産を祈願したりする記事が見えます。平安時代後期になると、公家の仏事にまつわる祈願本にも奉納品として摺行の文字が見え、写経のほか数百から千の単位で摺行の作られたことが知られます。仏教の奉納は経文の記述から見ても写経を備えるのが本来の姿ですが、数の多さによって記への深さを示す意図から摺行も合わせて採用され、平安貴族の経済力によってそれが実現されました。現在でもまれに平安時代後期の制作と目される妙法蓮華経などの印刷本が伝わっています。このような木版による印刷本を版本と呼びますが、これらの版本を見ると写本さながらに長官の複製された様子が知られます。これは100万頭だらに以来300年の間に出版印刷が大規模かつ複雑化し、長大な本文を支えるための版木の連続的な使用という工夫に達していたことを伝えています。こうした実情は平安時代前期に記録に現れない継続的な発展があったことを示すのでしょうか。こうした変化はむしろ具体的なきっかけにより起こったのではないかと思います。例えば寛永2年日曹操長年の帰国に伴う宗藩大蔵経の輸入などは相当の影響力を持ったのではないでしょうか。東大寺出身の宋長年は成立後間もない宋朝に渡り、天台山などの聖地を巡礼した後、太宗皇帝に招かれ首都弁慶を訪れました。折しも太宗は史上初めて木版による大蔵経の作成を命じ、開宝年間に完成したばかり。異国から訪ねてきた高僧にこの開宝像ワンセットを賜りました。500箱に上る開宝像の摺本を携えた長年の記帳は多くの見物人が出るほどの評判となり、当時の平安京を沸かせます。こうした宋版本の輸入が日本の書籍文化を刺激し、長官の摺行を制作させたのかもしれません。ここに太宗皇帝の作らせた初めての木版大蔵経であります開宝像の複製品を示してあります。開宝像の遺品は非常に少なく、世界でも稀なもので指導文庫には所蔵がありません。そこで現代の中国で作られた複製品で説明いたしますけれども、このように漢数本の版本として作られたものですね。で、この文が版木1枚、この文がもう1枚という形で、紙1枚に版木1枚を相当する、そういう作り方で印刷をしています。これは北宋時代の非常に古い、中国でも非常に古い版本の一つです。こちらにはもう少し後の時代の、しかし宋代の版本の大蔵経の実例を示しています。こちらは本物であります。こちらは少し後の時代になるかと思いますが、版画の仏像が最初に示してあって、これから述べられるお経の世界が示してあり、それから版本の中身はこのような山折りと谷折りを繰り返す折本の形で印刷をされています。これを収納しますと、このような長方形の包冊に変わりますので、これがもともとのインドの
ヤシの葉っぱの、お経の形に非常に近いというので、仏教の世界では非常に好まれた装丁です。このように、日本では、古代の終焉を迎える平安時代中期頃、本格的な出版印刷が始まりました。しかしその用途は、書籍といえば読むことを前提とする現代とは異なっていました。当時の版本は仏教の呪術や儀礼を行うための用具であり、宗教的なシンボルとしての効果を期待して制作されました。このような状況を変えたのは次に述べる奈良興福寺の出版活動です。